フワちゃんがどうなるのかっていうのがちょっと興味あるんですよね。フワちゃんってもともとマイナスをみんな許容してた人じゃないですか。遅刻をするとか、タメ口を聞くとか、マイナスはいろいろあるけど、そうは言っても面白いよね。もちろんフワちゃん面白いと思ったことないって人もいると思うんですけど、まあ少なくとも面白いという評価を受けていて、あ、面白いよねっていうので芸能界に続けてるじゃないですか。で、その当事者がいいというのであれば、僕はいいと思うんですよ。確かに書いてたことひどいし、フワちゃんがやったことはひどいと思うんですよ。ただ、どうだろう。やすこさんが別にそれに対してお互いがいい、OK ですってなってるんだったら、あとはまあ、フワちゃんは悪いやつだよねというところあるけど、でも、日本のメディアにも出してはならないというほどの罪かというとそうではないと思うんですよ。そうそう。なんで周囲が決めんのっていう。やすこさんがもう不安はできんなって言ったら、よし、できんだってわかるんですけど、フワちゃんに対して、そう、やすこさんはさ、もうこの話しなくていいですって言ってるわけでさ、なので、なんか、じゃあもういいんじゃねっていう。で、確かにやらかしたことは悪いことだし、やらかした人を許すのが当然だよねというので、やすこさんを責めるっていう人も出てきたっていうのは良くないと思うんですよ。そこでなんか何らかのペナルティはあった方がいいと思うんだけど、でもなんか、それでじゃあ、世に出てこれなくなるようなことっていうのはどうなのって思うんですよ。いやー、だから僕はツイッターで発達障害なんじゃねえのって書いたんですけど、やっぱ基本的にはね、やっぱ感覚ずれてる人だと思うんですよね。はい。まあもちろんフワちゃん面白くないっていう人もいると思うんですけど、変わってる部分が面白いっていう感じをする人がいるんですよ。もう笑えない。ああ。僕別に、だから笑えないという人もいるし、笑えるという人もいると思うので、なので、なんだろうな。元ヤンのお笑い芸人とかいるじゃないですか。ヤンキー時代にこういうのやらかしましたとかで、それが許せないっていう人もいるけど、まあ別にいいんじゃないみたいな。ね、Google はめっちゃ損してますよね。Google さんとかね、スポンサーが文句言うのはわかるんですよ。すげえ損したじゃねえかってね。しかもピクセル使ってなくて iPhone 使ってるしね。いやー、だから、なんかどうなのかなっていうんで、逆にやすこさんが叩かれる流れになってしまってるのが僕どうかと思ってて、フワちゃんが悪いことをしただけで、やすこさんは別に何にも悪いことしてないじゃないですか。でもなんか、やすこのせいでフワちゃんが出れなくなったみたいな謎の攻めをやすこさんにする人もいて、いやいや、それもどうなのっていう。なんかね、そうだから SNS で全員が納得する答えはないんですよね。なんか、各々がムカつくポイントを見つけて、ここが良くないとか、こういうの言い方良くないとかっていうのをこう詰めるんですけど、だから全員が納得するものはないっていう。なので、なんか、僕としてはちょっと復活して嫌われ者として頑張っていただければいいな。そうなんですよね。自分を重ねるんですよね。不倫で怒ってる人も自分を重ねてる人が多いと思うんですよね。なんで自分を重ねるんだろうね。他人は他人じゃない。誰かが傷ついてたとして、あ、この人はこうやって傷つくんだ、かわいそうだなは思うんだけど、なんか自分が傷つけられたかのように怒りを持つっていうのって、どうやって暮らせてるのかなっていうのが不思議なんですよね。批判と誹謗中傷の違いなんだと思いますか？誹謗と批判はね、結構一緒なんですよ。で、中傷が、これ逆かもしれないんで、確認してもらいたいんですけど、誹謗中傷って同じ意味で表現する人もいるんですけど、誹謗と中傷って意味が実は違うんですよ。誹謗は根拠がある相手の評価を下げること。で、中傷は根拠がなく下げる。ヒゲ親父さんがセクハラをした動画がある状態で言ってるのであれば、それは批判だったり誹謗だったりするんですよ。でも、セクハラをしたひよあいさんの動画がない状態で文句言ってる場合は、それは根拠がないから中傷だよねっていうので結構違うんですよ。で、名誉毀損っていうのも2つに分かれるんですけど、名誉毀損っていうのは基本的に一般的に他者の評価を下げるものは全て名誉毀損です。ただし、名誉毀損が裁判になった場合に免責される条件というのがあって、公的に、例えばじゃあ政治家が悪いことをしてますとかっていうのは社会に公益があるよね。なので公益がある場合、報道目的である場合、それがもちろん根拠と証拠があって言ってる場合、と、あと一つなんだっけもう一個あったんだけど、三つの条件を満たしている場合は、名誉毀損ではあるけれども、合法であるという判断になるんですけど、なので、名誉は毀損するけれども、合法であるという場合と、名誉は毀損するけど、違法である場合というのがあるので、そこがちょっとややこしいです。これがね、結構難しくて、根拠があると思ってたけど、間違ってた場合って、合法なんですよ。代表のサッカー選手の人が、文春が慎重に書かれて、で、そこでなんか代表に選ばれなくなって、週刊誌を訴えるんじゃなくて、そこの週刊誌に垂れ込んだ女性を訴えるっていうのをやったと思うんですけど、伊藤選手だっけ
で、あれが、じゃあ、なぜ週刊誌ではなく、女性を訴えたのか。で、これって、名誉毀損系やってる弁護士さんとかって、あ、確かにねとか、あ、なるほどねってなるんですけど、で、なんでそうなるかっていうと、女性が言ってることが正しいと、週刊誌が信じてしまっても仕方ないよね、という証明を週刊誌がしてきた場合は、それは週刊誌は悪くないよねってなっちゃうんですよ。女性側が完全に証拠をでっち上げて、めちゃめちゃよくできた AI 動画かなんかを持ってきて、これ確かに伊藤さんだよね。で、それ見たら、これは伊藤さんだって思うのは騙されてしまってもしょうがないよねってなっちゃうと、それは週刊誌が騙されて報道したというのは、それは仕方ないよね。というところで、名誉毀損の裁判でいくと、週刊誌側には非がないという状態になってしまうんですよ。なので、週刊誌というのは、真実を知ることはできない。真実というのは神様がいて、どっちが正しいかって知ることはできないんですよ。真実は神様しか知らないからね。ただ、それが真実だと信じるに足る証拠があればいいんですよ。確かに、そんなすごくよくできた動画出されて、これ見せられたらそれは信じるよね。それは真実だと信じる証拠になるよね。じゃあ仕方ない。騙されても仕方ない。ってなって、損害賠償の責任は負わないっていう可能性もあるので、なので伊藤純也さんは、週刊誌を訴えるのではなく、週刊誌に垂れ込んだ女性を訴えたんですよ。で、女性の場合は真実に足る証拠ではなくて、真実であるというのを女性は証明しなきゃいけないんですよ。なので、女性の方が結構訴えた場合に勝つ可能性が高い。で、なぜそれを吉本に所属しているダウンタウンというお笑いコンビの松本人志さんという人が、週刊誌の週刊文春を訴えて、垂れ込んだ女性を訴えなかったのか。で、これは、垂れ込んだ女性がわからないんですよ。うすうすみんなわかってるんですよ。この飲み会に参加したっていう AV 女優の人が、この飲み会に参加したけどこんなことなかったよとかって AV 女優の人が言ってるし、で、多分松本人志もうすうすこの人だよねっていうのはわかってるんですよ。でも、うすうすわかってるだけで、文春側もこの人ですって特定はしてないんですよ。なので、まだ訴えられないんですよ。で、多分もうみんな薄々分かってその人だってなってるんですけど、っていうので、とりあえず文春を訴えるという構造になってるんですけどね。はい。判明してないと思いますよ。薄々みんな分かってるけど、法律上、裁判所の証拠レベルで、この人ですっていうのは文春はまだ出してないです。みんな薄々分かってるんですよ。あの場にいたのはあの人から絶対そうだよね。なんだけど、AV 女優の方が参加した飲み会とは、また別の飲み会があって、それに参加した女性の話という可能性もあるんですよ。松本人志さんがいて、スピードワゴンの大沢さんがいて、AV 女優さんがいて、で、そこになんか女性が複数いた。この飲み会で起きた出来事ですってなってるんですけど、ここの人たちが、実はここじゃなくて、もう一個別の松本人志さんと、スピードワゴン大沢さんと、別のなんか AV 女優っぽい女性と、他の女性 C さん D さんがいた、こっちの飲み会の話をしていて、こっちの飲み会ではないんですっていうのを、文春が言う可能性がまだあるんですよ。タムケンさんだっけっていうのがあって、そこがまだ法律上はまだ確定していないという、そういう状態なんじゃないかなと思いますけども、はい。ネットで気に食わないものや YouTube で嫌いな YouTuber を見たくないのに見てしまい、それでネットの掲示板やヤフコメで誹謗中傷するようなことをしてしまいます。自分としては誹謗中傷して優越感にしたりよりも、嫌いなものはスルーしてどうでもいい無感情になりたいのですが、どうすればいいですか？残念ながら多分あなたに必要なのはお金です。多分ね、暇なんですよ。で、暇で楽しいことがあったら楽しいことをしてると思うんですよ。でも、自分の好きなやりたいことは多分お金のかかることで、それができなくて自由な暇な時間で暇だからなんかしようっていう時に、なんとなく YouTube とかを見てしまうみたいなのがあって、怒るというエンターテインメントを選ぶ人って結構多いんですよ。例えばじゃあ韓国大嫌いとか中国大嫌いとかっていう人いるんですけど、ああいう人たちって大体韓国のニュースとか中国のニュースを調べて、韓国嫌いとか中国嫌いとかって言い出してるんですよ。自分が嫌いなものを調べて、嫌いだというアピールをして、で、嫌いだと言ってる同じような人たちがいることを確認して、自分に仲間がいるなっていう確認をするっていう、怒りとか強い言葉をぶつけるっていうのは、ある種の攻撃でストレス発散になるんですよね。人殴ると気持ちいいっていうのと一緒で、文字をぶつけることとか、誹謗中傷することでもやっぱり気持ちよさっていうのを得られる人がいるんですよ。っていう形で多分ストレス発散をしたり、エンターテインメントとして楽しんでると思うんですけど、なんでそれをやるかっていうと、あなたにお金がないのと、無料で楽しめる趣味を持ってないからです。ソシャゲで無料のやつとかやり続けるとか、そういう感じで無料で楽しめる趣味っていうのを作るといいんじゃないかなと思います。
ひろきさんこんばんは。自分は警備員として働いていますが、よく駅員に対して生産する切符を投げたり、スイカやパスモでエラーが発生すると、どうなってんだよと、また車椅子などのお客様の対応とかでも、やっても感謝の気持ちを言う方も少ないです。自分は思うのですが、お客様は神様とよく言いますが、何をやっても神様なんですかね。制服を着てるから弱い立場の人なら何でもしてよいのですかね。ちょっとがなりましたが、ご回答お願いします。ですね、世の中には他人に攻撃することで気持ちよくなる人というのが、思った以上の割合でいます。昔は僕もそんなにいないのかなと思ったんですけど、Twitter だったりとか SNS とかで正義を振りかざして他人を攻撃するというので快楽を感じる人っていうのが結構いて、で、そのグループの中に自分が腹を立つニュースを探して腹を立てることに快楽を感じる人っていうのもいるんですよ。反韓反中みたいな、韓国のこと嫌いですとか中国のこと嫌いですみたいなネット上で言ってる人たちっていると思うんですけど、ネトウヨと呼ばれる人たちで、あの人たちって一生懸命韓国のニュース探してるんですよね。韓国なんたらニュースみたいなサイト見て、韓国でこんな記事があるぞけしからんみたいなのをやってて、いやいや腹立つなら見なきゃよくねって思うんですけど、グロ画像嫌いですって言って毎日グロ画像のなんか新しいサイトを見て開いて、うわグロ画像キモいって言ってる人いたらアホちゃうって思うじゃないですか。でもなぜか怒るということがエンターテインメントみたいな人がいて、怒るニュースをわざわざ見て、でそのニュースをムカつくよねとか、こいつらアホだよねバカだよねみたいなのを書くことですっきりして、同じようなことを書いてる人を見ることで仲間がいるなっていう安心感共感を感じるコミュニティっていう、一緒に気持ち悪いものとか不快になるものを見て怒って、これに対して怒ってる僕らって普通だよね。僕らっていうのは社会の中であまりうまくいってない人とか仲間が少ない人って、自分の考えに同意してくれる人とか自分と同じことをしてくれる人っていうのを飢えてたりするんですよね。例えばじゃあ野球うまいですとかで草野球やろうですぜとかで集まったりとか、フットサルやろうぜっていうの集まってフットサルやりますとかで、野球うまいとかサッカーうまいだったら、野球うまいねとかサッカーうまいね楽しいよねかっこいいじゃんみたいなので普通に仲間ができて楽しいになるんですけど、そういったスキルの全くない人の場合ってなかなか同じ行動を一緒にするっていうのが難しいんですよね。漫画描いてコミケに出そうぜとかでも、じゃあ漫画を描く絵を描くっていうスキルだったら必要なんですけど、ネット上で何かを描くって日本語が書けると自分が思ってれば結構誰でも参加できるんですよね。でその特定の何かに対して怒るっていうのであれば、この人たちはこういうの怒るよねっていうのが分かると、わざと自分はもともとそこまでこれをおかしなニュースだと思わないよねっていうのでも参加していくうちに、この考えが正しいんだって自分自身の考えも変えてっちゃうんですよね。一番最初には別になんか韓国が日本に対してこんなことを言いましたっていうニュースがあっても、まあそういうことを言う国なんだへえと思ってたのが、だんだんけしからんっていう人を見ることによって、これはけしからんって怒るべきなんだって言って自分もけしからんと怒るみたいな、それでだんだんエスカレートしていくみたいなのがあって、ネトウヨの人で弁護士さんに懲戒を出した方がなんか日本のためだみたいなことを書いてるネトウヨのそのブロガーに騙されて、弁護士に懲戒請求をかけるみたいな頭の悪いおじいちゃんおばあちゃんがいっぱい出て、で懲戒請求をかけたら弁護士の方からもともとないような名誉毀損だったり、やってもいないようなことでやったみたいなことを言って懲戒をかけてくるというのは、それは違法行為だよねって言って代わりに訴えられて、確かね何十人か1人20万円ぐらいずつ取られたと思うんですよね。600万円ぐらいかな、合計で多分取られたんですけど、そんな感じで自分たちが正しいよねって信じても、頭の悪い人は本当に正しいのかの判断能力がないので、頭の悪い人を先導するネトウヨに騙されてお金を損するっていうのだったりするので気をつけてください。はい。話変わるんですけど、駅員さんとか働いてる人とかは自分たちより下だから攻撃してもいいみたいなタイプの人っていうのは残念ながら一定の割合でいるので、そういうのが避けたいのであれば客商売をしない方がいいんじゃないかなという結論になっちゃうんですよね。弱い相手に対して攻撃してるだけなので、自分より背が高いとか筋トレとかすると普通に歯向かわれなくなりますよ。日本政府がネット上の誹謗中傷を迅速削除に向けて政府大手に義務付けの法改正をするそうです。僕は日本史を勉強してないので最近下がっている憲法改正が治安維持法がなどよくわからないんですが、日本政府が急に誹謗中傷対策に乗り出したのは何か理由があるのでしょうか。頭が悪いからじゃないですかね。多分今日本国内で運営してる SNS でユーザーが多く使ってるのって Yahoo だけだと思うんですよね。Twitter だったり YouTube だったり Facebook だったり全部外国の企業なんですよね。なのでぶっちゃけお前らが作った法律なんか知らねえよってぶっちぎったとしてもどうしようもないんですよ、日本政府っていうのもあって、なんかあんまり実効性に欠けるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ決めたければ決めればいいんじゃねえのと思いますけども、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。